皆さんどうもこんにちは、しおりです。私実はオーケストラとかクラシック大好き人間なんですけども、今日はそちらのコンサートがみなとみらいであるということでね、みなとみらいの方まで来ましたが、降り立ったじゃん。降り立ってどこに降り立ったと思いますか？そう、元町中華街。せっかくこっちの方まで来たらもう中華食べずにはいられない脳みそになってるので、だってさ、このドーム型、これもなんかパブロフの犬みたいな感じで、ここに来るとこのドーム型が肉まんに見えてくるで、今日はちょっとねコンサート仕様なので、襟付きのニットのスリーブっていうんですか、わかんないんだけど、かわいい友達からのお下がりなんですけども、よろしくお願いします。はい、それを着て来た。はい、ということで、前回は春だったかな、結構最近動画にしたと思うんですけども、その時は食べ歩きって感じで外で食べるのがメインだったんですけども、今日は食べ放題。今日はここ。いや本当にさ、中華街って石を投げれば食べ放題レストランに当たるってくらいにはいろんな店ありまして、しかもね、どこもかしこもナンバーワンを歌ってるのが可愛い。でもここめっちゃ綺麗で、なんか居心地がいいし、はい、なんて言ったってこの食べ放題の量で、今日はこの後コンサートだしな、飲むのどうしようって思いつつ、タッチパネル見ていったんですけども、この音聞きなじみある方多いんじゃないでしょうか。そうです、鳥貴族。もうさ、鳥貴族にいるって思ったら飲まないなんて考えられないので、一杯だけ行かせていただくことにしました。乾杯。で、やっぱりお酒あってよかったなーなんて思って飲んでたら、隣の外国人と目が合ったので、いやもう見ていただいて分かった通り、めちゃくちゃポーションが大きいってことにね、今更気づかされてちょっとビビったんですけど、まずは天津から。最初からちょっとかっ飛ばしすぎたかなと思ったけど、でもやっぱこの天津でいっぱいになる机、これがたまらないし、湯気でね、自分の肌まで保湿してもらえる。ごめんなさい、これはホタテですね関係ないこと喋ってると食べてるっていうのがあるので、はい。でも顔を見てもらえばわかるんですけど、これめっちゃ美味しくてね、大粒プリプリのホタテにニンニクがガツンと効いたソースかかっております。やるじゃないか。これ大好きで、これはチョンファンっていう、香港でもよく食べたな。このもちもちトゥヤトゥヤの生地に丁寧に包まれてるのはエビなんですけど、やっぱりさ、エビって王様格にいるよね。だって絶対この中にレンコンとかゴボウとかど根性系の野菜は入んないじゃん。それでは次は蒸し鶏のネギ生姜和え。これはもうタンパク質要因としては最高でして、ちょうど昨日ピラティス行ってきたんだよね。ので健康と食の両立やるじゃないか。で、なんか知らないけどよくわかんない価格に早変わりをしまして、こちらクラゲでございます。このシーンはね、言うなれば私の肩に皆さんが乗ってくれてる、見るもでポンみたいな状況かな知ってる人は知っている、知らない人は知らない。これは鶏足の黒豆ソース蒸しってやつなんだけど、こういうねガチ系もあるのがいいよねっ
ってことでいただいたんですけども、これは豚足みたいにもちろん骨があるので、一口で食べた暁には、いやほんと汚いし申し訳ないんだけど、でもこうするしかなくって、だってなんていうか酢みたいな感じなのね。大本命で、私的中華2大、世界遺産ということで、小籠包。さあ行くぞ。なんて言ったってここは小籠包推しみたいなので、まずはスープから、そして身を食べましたが、さすがに美味しかった。いや、肉汁の旨味とこの皮のもちもち感が最強に美味しくて、もう2時間ずっとこればっか食べ続けてもいいかもなんて思ったよ。それは言い過ぎか。おいでは大好きな北京ダック行きましょう。もはやこの北京ダックは私的東洋のクレープと呼び名をつけたいぐらい大好きです。はい、なんかこういう包み系のものが多分好きなんだろうね。で、食べ放題の北京ダックなんてどうなんだろうって思っちゃうところ、それを裏切ってくる最高なお味でして、いや、私北京ダックってタレがめちゃくちゃ大事だと思ってるのね。なのでここのタレは甘すぎず本当に美味しい。なんか家でも北京ダック食べれる方法ないかなって思っていろいろ調べたら、春巻きの皮って生で食べれるんだって。だからそれを使うと北京ダックもどきができるらしいんですけども、こんなに美味しいのが食べ放題できるんだったらここでいいかもなって。春です、これは春。急な針報告すみません。それをしながらデザートコーナーやってまいりまして、私が取ったのはなんだっけな、湯葉巻と偏り。はい、このより弁もより弁、エビシューマイですね。先ほど外国人の方がおすすめしてくださったものでしたが、いただいたんだけどね、エビプリプリで美味しいんだけど、もう暑すぎて校内全焼待ったなし。すかさずハイボールで鎮火活動しようと思いきや、エビとカニ。はい、こちらもうエビカニ合戦って感じで、もう甲殻類パーティーで、これエビマヨなんだけど、もうマヨがなんて言ったって強いので口の中が体操油まみれになりましたとさ。でこれは外国人からあんたよく食べるねって言って、我々はもう帰るよって言ってバイバイしたところです。外国人たちも体操お腹苦しそうに食べておりました。だってさ、一個一個がめちゃくちゃ本格的で美味しくてでかいんだもん。嬉しいことには変わりないんですけども、って言ってる間に湯葉巻き食べ終えて、カニ、なんとチョリッス、このチョリッスガニを食べてると身も心もギャルになれそうな感じですね。いやでもやっぱオーダー式バイキングだからさ、こういう揚げ物も天津も何もかも出来たてほやほやで来るっていうのがでかい。やるじゃないか。で甘じょっぱいのループさえ叶えられますからね。でそうこうしてるうちに粘りに粘ったハイボールも最終的に完飲です。ハイボールもなくなったことですし、ここからはちょっとしたファイナルラウンド。このホタテはまた美味しかったのでリピーターとしていただかせていただきましたりだとか、そしてこちらカスタードマン。やっぱり駅のドーム型はこれを意識してるよね。それにしてもこのカスタードマンがめちゃくちゃ美味しくて、このメニューにおすすめってされてないのの中で一番美味しかったと思う。隠れた名品を見つけてしまった
と言わんばかりスター発掘です。なぜかタイ米、いや本当にいろんな締めがある中で、なぜかタイ米チャーハン、ピリ辛ですごく美味しかったんだけど、ここにさらにねお酢を入れてみたらもっと美味しかったです。よろしく頼む。はい、今までさ、もちもちとかぷよぷよとかドゥルルルとかの食べ物が多かったので、多分パラパラを求めてたんじゃないかな。おじいちゃんおばあちゃんが食べ放題してる。そう、客層がね、カップル、外国人、家族連れはもちろん、私の目の前におじいちゃんおばあちゃんたちが食べ放題しておりまして、超いいよね。そんなパートナーがいるってことはもちろん、その胃があるってことも素晴らしい。私もそんなおばあちゃんになりたく、この胃をね保持して生きていきたいと思います。ごちそうさま。もうこちとら大変ですよ。この締まりに締まらないお腹を引きずり込み、みなとみらいに到着。なんとしてでもって感じでホールまで着いたんですけども、もうね、ホールの椅子に座った途端、寝ちゃいそう。聞いて、もう全然寝ずに済みました。あっぱれ。なんならいい音楽すぎて、もう今耳の中でオーケストラ聴きまくってます。やっぱり生の舞台っていいし、芸術っていいよね。というわけで、クラシックに酔いしれたくなってショパンを聴きながらウイスキーストレートで溶き卵さつまいもっていうね、このクラシックで飲むっていうのがかなり最近ハマっちゃってて、もう完全に独身貴族になりつつあるんですけども、はい、みんなもやってみて、すんごい気持ちいいから。甘い。ただこの家はイヤホンで聞かないとね、スピーカーで流すってことができないので、そこだけがネックなんですけども、絶対引っ越したらスピーカー買って酔いしれるんだ。お疲れ様でした。というわけで、たらふく中華食べて生のクラシック聴いて家で飲み直すっていう、なんたる幸せな一日でした。みんなのお持ち帰りポイントとしては、今日行った中華レストラン、あそこは超美味しかったので、中華街行った時はぜひあそこで食べ放題してみてくださいとのことです。これでは今日も最後まで見てくれてありがとう。じゃあまたね、おやすみ。